もう一度、もう一度、最初からだ。できるまでやり続けるんだ。そうでなければ、失望させてしまう。父さんを、母さんを、期待してくれたたくさんの人を。だが、いつまで続けなければならないんだ。いつまで続ければ、期待に応えられるようになるんだ。俺には、できないんじゃないか。その程度か、お前は。夢か。最近、こんな夢ばかりだ。まるであの時に戻ったような、生々しい感情まで蘇ってくる。いや、今はそんなことを考えている暇はない。やらなければ。せめて、一曲だけでも完成させないと。あ、母さん。どうかしたのか？ああ、ありがとう、母さん。だが、今は。だが、いや、そうだな。休憩がてら散歩に行ってこようと思う。あ、心配をかけてしまって申し訳ないな。だが今は1分1秒が惜しい。できる限り曲のことを考えていたい。家で作業できないなら、やはり。よし。メイコさんのカフェで作業の続きをしよう。もしかしたら、カイトさんもいるかもしれない。まずい。寝不足のせいで、めまいが。ダメだ。こんなところで、休んでいるわけには。トーラくん？この声は。メイコさん。しゃがみ込んでどうしたの？もしかして、具合が悪いんじゃ？いえ、大したことはありません。少し、休んでいれば。ダメよ。そんなフラフラなのに見過ごせないわ。ここに座っていて。今、お店から飲み物を持ってくるから。そんな、わざわざ。トーラくん。言うことを聞いてちょうだい。はい。わかりました。ふう。ありがとうございます。メイコさんのお菓子と紅茶のおかげで、だいぶ落ち着きました。よかったな。やっぱり寝不足だったみたいね。落ち着いたら、一度戻ってちゃんと寝るといいな。回復したら、またお店に来てちょうだいね。はい。重ね、ご迷惑をかけてしまってすみません。いいのよ、これくらい。でも、そんな風になるまで根を詰めるのは、感心しないわね。やっぱり、曲のことで悩んでいるの？はい。
今度こそうまくできたと思っても、ケンさんたちの曲と比べると熱さが足りないと感じてしまって、その原因が何なのか考えても考えてもわからない。そういう時は、スタート地点に戻ってみるのがどうかしら。スタート地点ですか？そう。曲を作り始めた、最初の時の気持ちに戻ってみるの。確か、トーヤくんが、みんなの思いをノートにまとめていたわよね。あ、はい。今もここにあります。じゃあそれを、もう一度見てみるのがどうかしら。答えが見つからなくて焦る時こそ、原点に立ち返ることって大事だと思うの。なるほど。確かに最近はずっとあの暑さに届かない理由は何なのか、何が足りないのかということばかり考えていた。しかしこうして一度視点を戻すことで新たな発見もできるかもしれない。わかりました。やってみようと思います。ねえ、トーヤくん。もしよかったら、私も見せてもらってもいいかしら。え？カイトが見せてもらっていたでしょ？実は私も、ちょっと見たいなって思ってたの。ええ、もちろんです。メイコさんならみんなもきっと大丈夫だと言うでしょうから。へえ。2回目のステイゴールドの時、小羽ちゃんは、自分を信じてくれるあんちゃんを信じようって思っていたのね。はい。それがとても記憶に残っているようで。なので、その時の思いを曲に込めようと思ったんです。ふふ。どんな音につながるのか、今からとっても気になるわ。それにしても、このノートには、本当にたくさん、みんなの思いが詰まっているのね。はい。なので、このノートの内容を取り込めば、いい曲ができると思っていたんですが、どうにも、うまくいかなくて。ねえ、トーヤくん。このノート、小羽ちゃんの思いも、あんちゃんの思いも、あきとくんの思いもとても丁寧に書いてあるけれど、トーヤくんの分は、ほとんど書いてないのね。ああ、確かにそうですね。ですが、俺の思いは、もう自分で分かっているものですし、わざわざ書き出すほどでは。そうかしら。トーヤくんの思いだって、曲に込める大事な思いでしょ？ならみんなと同じように、トーヤくんもこれまでの思いも、書き出してみた方がいいんじゃないかしら。俺の、これまでの思いを、俺には、できないんじゃないか。トーヤくん、あ、いえ、なんでもありません。本当にまた体調が悪くなったんじゃ。いえ、そういったわけではありません。これまでの自分を振り返ると、どうしても、いろいろと思い出してしまって。いろいろと？はい。胸を張って話せるようなことではないんですが。そういったことについても、振り返ってみたら？え？誰かに話すことが難しい、トーヤくんの思い。もしかしたら、それが曲作りに関係しているかもしれないな。
確かに。思いを込めようと思うなら、自分自身の思いも振り返った方がいいですね。ありがとうございます、メイコさん。その方法、今日これから試してみようと思います。ええ。頑張って、トウヤくん。でも、またフラフラするかもしれないから、振り返る前に、ちゃんと寝るのよ。はい。心配してくださって、ありがとうございます。